僕は泣いていました。お母さん、家がないよ。お父さん、家はどこに行ったの？はい。今日は日本語で子供の時の話をします。子供の時のストーリー、いくつかお話しします。僕は OK ジャパニーズ OK と言います。このポッドキャストでははっきりとした日本語でも自然な話し方でお話しします。じゃあ一つ目の話をします。家がなくなって泣いた話。これは僕が10歳の頃、小学生の時ですね。僕は4人家族です。父、母、姉がいる。僕は一番下の男の子です。僕たちは小さな家に住んでいました。名古屋の田舎の方にある家です。木でできた家で、壁もね薄くて、可愛い家でしたが、そこに住んでいました。夜はね、一つの部屋でみんなで寝ていました。布団を敷いて4人で、寝ていた。そんな思い出がある家ですね。僕が生まれてからずっとその家で育ちました。それで僕たちは家を新しくすることになりました。新しく家を建てることになりました。同じ場所にです。だから引っ越すことになりました。一度小さい家に行って家を建てて、家ができたらまた戻ってくる。それを仮住まいと言います。仮に住むところ、そこに引っ越しました。それで1ヶ月2ヶ月3ヶ月過ごす。そんな日に僕は学校に行きました。新しい小さい家から学校に行って、そしてね、その日は前の家、ずっと住んでいた家に行ったんですよ、僕はね。で、家の方に近づいてきたら、もう家がないんですよ。家が壊されていたんですよ。当たり前ですよね。新しく作るから、まず家を壊して、まず何もない状態にする。だけど、その何もないところを僕はね、見て、10歳の僕は、家がない。お母さん、家はどこ？お父さん、家がないよ。うえーんと、泣きました。はい、そういうお話です。イントロで話したんですけど、なので家が本当になくなったということではなくて、建て替えで家がなくなったという話なんです。だけど僕はね、10歳の僕は悲しかったですね。いろんな思い出があったんでしょうね。10年、10年って長いですよね。子供の10年ってあんまり覚えてないけど、子供の時は覚えてますね、多分。だからもう家の前で泣いて、もう30分ぐらいそこにいたんじゃないかな。30分ぐらいそこにいて、でお母さんが来て、どうしたのって言って、家がないよって言って、ああそうかそうかってね、
慰めてくれたと思うんですけど、親はね、新しい家ができて嬉しい。今までは昔の家だったけど、次は新しい家になるし、広くもなるし、とってもワクワクした気持ちが強かったと思うんですけど、子供のね、僕は分かんないですよね。次新しいのがどんな家になるのかとか、綺麗になるとかもまだ分からないから、亡くなったことの方が大きかったんでしょうね。それで10ヶ月ぐらいして家が完成して、今もその家に、両親は住んでいる。とってもね、おしゃれな家ですね。母親の趣味で、母親の好きなデザインでね、作ったから、とてもおしゃれで、いい感じの家です。はい。そんなお話でした。では次の話は、留学中に怒られた話をします。僕がイギリス留学中にあったことです。少し大人になって、もう子供じゃないけども、学生の時の話です。僕はイギリスのオックスフォードに留学していて、ギターを弾いてました。趣味でギターを弾いてました。で大学にスポーツバーがあったんですよ。大学付属のバーが。でそこで時々音楽イベントをやっていたんですね。オープンマイクというのは知らない人のために説明すると、マイクがあって、そこに誰でも参加して曲を演奏できる。1曲2曲演奏したい人は、演奏できる。そういう楽しいイベントですね。で参加したい人はリストに名前を書いて順番を待つんですよ。その日もたくさんの人がいましたね。僕もいるし、日本人の友達もいるし、もちろんイギリス人の友達、いろんな留学生が、そこにいて、みんなギターを持ってきて、こう楽しんでいるんです。ここでスポンサーのお話です。日本人と一緒に暮らして日本語を使うと上達が早いですよね。一緒にお出かけしたり、一緒に料理を作ったり、そんなホームステイ体験ができる学校が LTL ラングエッジスクールと言います。今は東京の秋葉原にあって、今度大阪にも新しいのができるそうです。詳しくは概要欄ご覧ください。では戻りましょう。で、初めはいろんな人がね歌うんですよ。例えばブリトニー・スピアーズを歌う人もいたし、クラシックの曲を弾く人もいたし、ラジオヘッドを歌ってる人もいたし、で僕はね、日本の友達と一緒に、バンプ・オブ・チキンを弾きました。バンプ・オブ・チキンという日本のバンドの曲です。彼は今は日本でアナウンサーをやってます。この間久しぶりに会って一緒にバンプ・オブ・チキンを弾きました。で他にも僕はイギリス人の友達と日本の曲を演奏しましたよ。ハッピーエンドというバンドにいた大滝栄一さんの曲を歌ったりしました。それでね、歌ってない時はみんなバーにいてお酒を飲んだり、ジュースを飲んだりしているんですよ。
でそこで他にも待っているイギリス人がいたんですね。で彼とちょっと話しててどんな曲知ってるって聞いたんですよ。何が好きってね。でその時リバティーンズザ・リバティーンズというねバンドがいるんですよ。イギリスのパンクポップロックバンドなのかな。ロックンロールリバイバルの時のイギリスのバンドです。シンガーの人はケイト・モスと付き合ってましたね。ケイト・モスの彼氏で有名だったかもね。でリバティーンズ知ってるんだっていう話でちょっと盛り上がったんですよ。僕リバティーンズ大好きでもあまり周りに好きな人がいなかったんです。特に日本には全然いませんでした。でもイギリスだからね、イギリスならいっぱいいますね。で僕はちょっとテンション上がったんですよ。じゃあ曲知ってるって言ってそうそうこれってちょっと弾き始めて、でそいつもちょっとギターを弾いて少し歌ってそれってやってたんですよ。でもそれはオープンマイク、他にも歌っている人が今いるんです。歌ってる人が準備してたりしてるんですよ。その人のことを聞かなければいけませんね。その人は頑張って演奏してるんですから。なのに僕と彼はちょっとそこで音を出して聞いていない。うるさい。ね。そしたらオープンマイクのホストの女性がこっちに来て、君たちちょっと音を出しちゃいけないよ。ちゃんと聞きなさい。って怒られましたという話です。何ですかこの話。何ですかこの話と思いますけど、なんかね、そのことって記憶にすごい残ってるんですよね。そういう話って。なんか別に大きい話でもすごく面白い話でもないけど、友達が言う話って覚えてませんか？そういう話。そういえばなんかそんな話をオッケーさんがしていたな。スポーツバーで怒られてたなっていう、ことありますよね。はい。そういう話をすることで、なんか頭に残る日本語の話が頭に残るんじゃないか。僕はそう思ってこういうストーリーお話をするポッドキャストを作っております。じゃあ次の話は漫画との出会い。僕と漫画の出会いが僕の人生を変えた、そういう話です。僕は小学生の頃は漫画が大好きでした。毎週漫画をね読んでいました。少年ジャンプというね漫画があって、ワンピースとかドラゴンボールとか全部その少年ジャンプという漫画雑誌に載っていました。A4 ぐらいかな。で分厚いんですよ。分厚くてね10センチぐらいあるかな。そんなないか。5センチはあるかな。たくさんの漫画がいっぱい入ってるんですね。それが毎週出る。小学校の友達はほとんどの友達が読んでいたと思いますよ。だからドラゴンボールの新しいの読んだとか、ワンピースっていうのが始まったねとか、ルローニケンシン見てるとかね、そういうみんなの人気のものでした。今も漫画はね人気ですよね。
そういうね有名な漫画ももちろん読んでいましたが、僕はねある日新しい漫画を読み始めたんですよ。ジャンプにね出てきた、すごいよマサルさんという漫画なんです。すごいよマサルさん、これはとってもシュールな漫画なんですよ。主人公はマサルさん、高校生なんですけど、もう彼はねもう人と違うんです。まず髪が長くて、そして制服は着ていないんです。学校の制服はね着ていなくて、白いシャツ T シャツのようなものを着ていて、肩に輪っかをつけているんですよ。なんかヒーローみたいな輪っかをつけていて、なんか変なことをたくさんするんですね。シュールなことをたくさんするんですよ。マサルさんが何か話したり何かすると、他の人は何やってるんだこいつは、この人は何やってるんだって言ってね、みんな驚いてちょっと引くんですよ。何これみたいな。でもマサルさんはねまっすぐ本気、自分の信じたことをやってるんです。で悪い人じゃないマサルさんはね。例えばマサルさんに何をしてるのと聞いたら、今小さなミニチュアの人間を作っているんだ、君も欲しいかい、君もこの小さなミニチュア人間欲しいかいとかね言ったり、あとは謎の宇宙人のような生き物を連れてきたり、意味がわからないことをたくさんするんですね。それはギャグ漫画なんですよ。ギャグです。笑わせるコメディ。そんなねシュールなお笑い漫画が少年ジャンプに来たんですね。これは好きな人もいれば嫌いな人もいる。メインではないです。メインストリームの漫画ではなかったです。なんかちょっと変なことをするから、普通の人は何この漫画変なの、気持ち悪いとか思う人もいる。そういう漫画だけどね、僕はそれが大好きになったんです。面白い、なんだこの変な動きは、この変なセリフはなんだ、かっこいいと思ったんです。マサルさんには有名な体操があって、わかめ体操というね体操があります。わかめのようにこう体操するっていうのがあるんですよ。意味がわからないけどね、ちょっと変ですよね。変だけどそれが面白くって、で僕はねそれに大きな影響を受けたんです。このマサルさんみたいなことをやりたい、マサルさんみたいに話したい、そうやって思い始めたんです。自然ですよね。ドラゴンボールを見てカメハメハを打ちたい思いますよね。ワンピースを見て手を伸ばしたい、ビヨーン、ゴムゴムの実ねえ、そう思うじゃないですか、子供だから。だから僕はマサルさんのようにシュールになりたい、シュールな人間になりたい。その日から僕は変な動きをするようになりました。なんかね、友達とリアルな世界で何か言われた時に、そうなのかい、それは
君の眉毛のせいだね。とか、意味がわからないことを言ったり、変な動きをしたり、ワンワン、ワンワンっていきなり言ったり、僕はマサルさんの気分になっていました。でも現実と漫画の世界は少し違います。周りの人はみんな笑ってくれるわけではありません。いや、全く笑いませんでした。マサルさんの漫画の世界でも周りの人は笑っていませんね。今考えると誰もマサルさんを笑ってはいなかったですね。マサルさんを見て驚いている。それを見て読んでいる僕は笑っていた。そういうことでしたね。今思うと。だから僕は少し間違えていましたね。僕は漫画の世界にいて、友達は、少し驚いている。だけどそこで終わっていた。それを誰かが見ていれば面白い。他の誰かが見ていれば面白かったですが、誰も見ていなかったんですね。怖いですね。怖い話ですね、これは。だからね、それからもうずっと影響を受けちゃって、結構僕の性格はシュールな感じになってしまいました。今も少しじゃない、だいぶシュールな笑いが好きです。だからあまりこの笑いが通じないことが多いです。僕は面白いと思って真顔で顔を変えずに、それはまるでバナナのようだねとか、少しちょっと何を言ってるんだよなというようなことを言うんですけど、頭の中では面白いんですよ。シュールなね。でも周りの人はちょっと意味がわからない。この人は笑わそうとしているのか本気なのかわからない。笑ったら失礼かもしれないな。笑わないとことか、この人は何を言っているんだ、意味がわかりませんとか、そういうふうになるので、大変困っております。はい。まあね、そんな僕のお話です。漫画との出会いが僕の未来を変えてしまった、そういうお話でした。でもありますよね、そういうこと。あなたも好きなね、アニメとか漫画とか映画とか音楽、有名人いますかね。影響を受けてその人みたいに喋ろうとか、その人みたいな服を着ようとか、その人みたいな髪型にしよう、ありますよね。はい、今日もありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。